ボンジュール。今日はサンジェルマン・デ・プレ界隈の私が大好きなお店をご紹介します。またサンジェルマン・デ・プレときっとお思いでしょう。私がどうしてサンジェルマン・デ・プレ界隈が好きなのか、そのことも少しお話ししたいと思います。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。パリの夜明け。背の高い建物の上から次第に街が朝の光に染まってゆきます。今日は焼きたてのパンを買って朝食にしたいと思います。このチャンネルを以前からご覧くださっている方にはきっとこのお店に見覚えがあることでしょう。とっても素敵なセレクトショップなんです。このお店にお邪魔した時の動画のリンクを概要欄に添えておきますので、どうぞご覧になってみてください。今朝の私の目的地はこちら、ポワラーヌです。パン屋さんは早起き。早朝からこんなにたくさんの美味しそうなものが勢ぞろいしています。あれ、これは私初めて見ますね。フルーツのブリオッシュですって。パリの朝食といえばやはりクロワッサンでしょうね。ポワラーヌのクロワッサンとこの間ご紹介したお店の食器とお茶、これで今朝はゆっくりと一日を始めたいと思います。と言いたいところなんですが、私はあの新製品がとっても気になりまして、ついついそれも買ってきてしまいました。お店の女性が、美味しいわよ。しかも焼きたてだから、温かいうちにぜひ食べてみて。とおっしゃっていました。その言葉の響きがあまりにも魅力的で、クロワッサンはとりあえず置いておいて、このブリオッシュをいただきたいと思います。ブリオッシュの生地の中にドライフルーツが入っています。イチジク、アンズ、レーズン。ブリオッシュというともしかしたら脂っこいというイメージを持たれるかもしれないんですが、ポワラーヌのパンはクロワッサンもそうなんですが、このブリオッシュも素朴な感じを残しているのがとっても好ましいです。ところで今回のメインテーマはこの布です。このランチョンマット、おそらく20年以上前に私が買い求めたもの。パリに暮らし始めてからだったのか、それともそれ以前、旅人としてパリに来ていた時に買ったものだったのか、もうその辺の記憶が定かではないんですが、とにかくずいぶん長いこと一緒にいます。サンジェルマン・デ・プレ界隈にあるその布のお店にご一緒いたしましょう。
私は今ボナパルト通りとジャコブ通りとの交差点にいます。皆さんよくご存知のラデュエの向かいに目指すお店シムラーヌがあります。中に入ってみましょう。布好きの方にはもうたまらない感じなんじゃないでしょうか。シムラーヌはフランスのブランドで53年前に始まったのだそうです。今でも家族経営で継続しているんだそうです。こちらで扱っている布はインドの伝統的な染色技法で作られています。いわゆるブロックプリントのコットンの布です。木製の型を使って手作業で染めていくので、同じ柄でも一枚一枚色の濃さとかが微妙に違っていて、手仕事の味を感じられる布だと思います。柄はすべてシムラーヌのオリジナルのもの。パリでアートディレクションをして、それを実際に形にしているのがインドの会社だそうです。その会社とのコラボレーションももう50年続いてるんですって。どれも似たような模様に見えるかもしれませんけれど、毎年新しいデザインや色が発表されています。一枚一枚シリアルナンバーをつけたいくらいよと女性の店員さんがおっしゃっていましたけれども、そのくらい丁寧に一つ一つ作られている布ということですね。地下の売り場の方にはこんな素敵なテーブルセッティングがされていました。春を先取りするような白いムスカリの花。テーブルクロスは落ち着いた色合いで、そこにグリーンや白、黄色の色が映えています。そうそう、これがランチョンマットとナプキンのセットのコーナーです。見るたびにいつも本当に新鮮なラインナップです。我が家のランチョンマットもこれと同じサイズ。1階のレジのところに、これ店員さんたちがお使いになるんでしょう。ティッシュボックスを布で包んでいるものがありました。これはナプキンを利用しているようなんですが、なかなかいいアイディアじゃないでしょうか。ボナパルト通りの並びにもう一軒シムラーヌの店があります。この取っ手はまさにブロックプリントの型が使われていました。こちらには同じ色柄の布でも洋服の形に仕立ててあるものが並んでいます。この鮮やかなのはカフタンですね。夏のビーチの風景が思い浮かぶような、そんな雰囲気です。ここにはシャツもあります。これだと普段にとっても重宝しそうな感じ。同じ柄行きで
巻きスカートもありました。とってもシンプルな作りですけれど、こういうデザインの方が意外と飽きが来なくって、愛着を持って長いこと楽しめたりするんですよね。これはいかにもバカンスに出かけたくなるようなサマードレスって言っていいんでしょうかね。こういう細かいところにも丁寧に仕事がしてあるなというのを感じます。いろいろなサイズのバッグ、ポシェットもあったりして、いかにも旅心をそそられそうなアイテムがたくさん揃っています。そうそう。私がこの店で一番気に入っているのは、実はこのバンダナのシリーズなんです。サイズは63センチ四方。日本のハンカチーフよりも大判のサイズ。薄手なんですけれども、とっても長持ちします。お店に来るたびに新しい柄が出ていたりして、今回はどれにしようかなと、ものすごく迷ってしまいます。さあ、私は今回どれを購入したか、後ほどご紹介しますね。私が今愛用しているシムラーヌの布です。このパレオは115センチ四方の布で、とってもふんわりと薄手のコットンなんです。本来は身につける布だと思うんですけれども、私はむしろこんな風にテーブルクロス代わりに使ったり、旅行の時のパッキングにも利用してます。これに洋服を入れて風呂敷代わりで使っています。薄手でかさばらなくって重くないところがいいんですよね。そしてこれは今私の手元にあるバンダナ。日本ではハンカチーフ売り場がデパートにもあったりしますけれども、パリでは特にそういう商品を扱っているっていうところがほとんどないんじゃないかなと思います。というわけで私はこれをハンカチ代わりに使っています。この映像は以前このチャンネルでご紹介したシャンティーでのピクニックの時の様子。この時私はおにぎりを包むためにバンダナを使っていました。パリの私の友人たちは手製の巻き寿司をとても喜んでくれます。友達の家にそれを持っていくときにもこのバンダナが活躍してくれているんです。こんな風に準備をしておけば、包みを開いて盛り付けをし直したりせずに、そのまま食卓に乗せていただけます。私は今回結局このバンダナを買いました。よく見ると時期によってブランドのタグのデザインが違ってるんですね。今回の購入品はまだあるんです。自宅仕様なんですけど、とっても丁寧にプレゼント包装をしてくれました。こんなに可愛い細工までしてくれて感激です。さて、
私は一体何を買ったでしょうか。ナプキンです。柄は同じですが、色が違います。色違いのお揃いにしてみました。一足早く春の気分にさせてくれる爽やかな感じに、私はとても惹かれました。そしてどうしてこれを買ったのかというと、もちろん本来の目的もありますが、お店で見たあれを真似してみたかったんです。そう、ティッシュボックスのケースにしようと思ったんです。私はずっとティッシュボックスの素敵なケースがあったらいいなぁと探しているんですが、なかなかこれというのに出会えていませんでした。ああ、このアイデアがあったのかと思いました。お店の方は安全ピンとセロハンテープで作っていらっしゃいましたけれども、私は待ち針で留めようかなと思いました。我が家ではティッシュボックスは定位置からあまり動かさないので、針が手に刺さったりすることはないかなと思いました。で、待ち針を外せばすぐに元の一枚の布に戻せます。このナプキンのサイズがまたティッシュボックスにちょうどいいんだなっていうのが、こうやって作業しながら分かりました。縁取りのところがいい具合にティッシュの開口部のデザインになるんです。布ってアイディア次第で本当にいろんな使い道があるんだなということをまた改めて実感しました。さて、どうして私のチャンネルにはサンジェルマン・デ・プレ界隈が多く登場するのかという質問をいただきました。ありがとうございます。その答えは、パリの中でも私が一番好きで最も馴染み深い場所、それがサンジェルマン・デ・プレ界隈だからです。初めてパリに旅したとき、私は空港から電車を使ってパリに着きました。その時に降り立ったのがサンジェルマン・デ・プレ駅。8月のある晴れた日の早朝、メトロの駅の階段を上って、初めて見たパリの風景がここからの景色だったのです。旅人としてパリを訪れていた時も、そしてこうして20年以上もこの街で暮らすようになってからも、私はサンジェルマン・デ・プレ界隈からずっと離れられずにいます。というわけで、自然と親しみのあるサンジェルマン・デ・プレ界隈の話題やお店を多めにご紹介するということになっています。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。もしもこの動画を気に入っていただけたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。お寄せくださるコメントもいつもとても励みになっています。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。